憧れてた車が、はい自分のあの頃の時代ごと買ったっていう、やっとこれに乗れるような男になったと。なるほど。ボーイズ&ビルズ TV ご案内役の司です。ゲストの方はこちら。お名前は？ゴーディと申します。年齢は？ 51歳です。お住まいは？それは東京芝公園です。家族構成？妻が一人。お仕事は？飲食店系です。そしてこちら車なんでしょうか、ゴーディさん？ BMW の Z3 です。真っ赤なロングノーズ、かっこいいですね。年式は？年式は1996年。いいですね。これナンバーと同じでいらっしゃいますね。ナンバーと同じです。はい、今日はちょっと懐かしい BMW Z3 とゴーディさんでたっぷりお届けします。お楽しみに。ゴーディさん、はい、愛車遍歴を教えてください。ホンダの CRX とか、トヨタのカリーナ 1600GTR、 大きいやつだと日産サファリなんかも乗りましたね。あとはオデッセイ、ホンダのね。あと10台ぐらい乗りましたかね。バイクも持ってらっしゃる？バイクも結構乗ってきて、今2台持ちです。今バイク2台。バイク2台と車2台ですね。もう1台トヨタの、GS130 クラウンワゴンってやつを乗ってまして。いいですね。はい、この2台にされた理由はあるんですか？51歳なんですけども、はい、もうミニマムに、一生ものだけをこう揃えて生きていこうというふうになんか気持ちがなってきまして。なるほど。はい、ということで、これを最近買いました。ご納車されたということでございますね。これが最後の1台です。そもそも削ぎ落としてこの真っ赤な Z3 にした理由はあるんでしょうか？21か2ぐらいの時だったんですけども。じゃあもう約30年前。そうです。先輩がいまして、結構お金持ちの方で、BM が好きで BM を乗られてた方なんですけども、ある時その方が奥さんに内緒で、この BM のこの Z3 を買った、全く同じこの赤色の Z3。赤くて、左ハンドル、マニュアルで全くこのまんまの車乗ってらっしゃったを、その先輩が買ったんですよね。だけど奥さんに内緒なもんですから、でお前んとこの駐車場に俺の車を嫁に言うまで置いといてくれと、その代わりしばらく乗ってていいからと。で鍵を預かって、その時に半年ほど乗らせてもらったんですよ。お金持ちが乗るセカンドカーという立ち位置だったのよ、この車は当時。それが若干21、22のやつが乗ってるっていうので、モテました。なるほど。今で言うと結構生きってなあいつぐらいの雰囲気かもしれないですよね。でもかっこいいですよね、これ乗せたら。で半年後に先輩がやっぱいよいよ奥さんに言ったようで、カミングアウト。もともと自分の車じゃないのに、その悲しさ切なさ、なるほど、いつかまた乗りたいっていうのがずーっとあって、やっとここで余裕ができたところで、もういっぺん乗ってみたいなということで探し始めました。Z3を思い出してで探してそれで納車ありました。でもすぐありました。で探していたら2年後に大分にあるレセンスさんというところでカーセンサーで出てまして、それで思い切ってレセンスさんに連絡して、そっからもうねトントン拍子で。じゃあ原車を見て？原車は見なかったです。カーセンサーの写真を見て、他に細かい傷とか、なんかちょっと走りに支障があるようなエンジンオイル漏れなどなどありますかって言ったら、すごく丁寧にもう小さな小石の傷の写真まで何十枚も送っていただいて、それでなんかこう自分の中でここで買ってもいいなっていうことでしたね。安い買い物じゃないから見ずに買うのって結構勇気いりませんでした？いや確かに車ね、やっぱ見ないで買うってなかなか勇気がいるんですけども、実は自分は新橋で飲食店ね25年やってまして、飲食店って美味しいからそれだけで来るとかいうことじゃなくて、やっぱりスタッフの良さとかサービスの方よりもホスピタリティ1個だったりするんですよね。わかります。で自分はそのやっぱりホスピタリティ1個をとっても大事にするやり方で今まで25年間やってきて、レセンスさんの河野さんと連絡やり取りしてる時に、やっぱり会ったこともないんですけど、人間性がそこにやっぱり出てるというか、写真のやり取りでもそうですし、文章のやり取りの中でもちゃんとお客さん商売というものが分かっていらっしゃる方なんだなと、自分もなんかそれは思ったもんですから、すぐに信用ができて、やっぱり信用できるところで買うっていうことが
買った後もやっぱり古い車なので、面倒を見てくれる、そして車が好きなんだなって方が売っているんだと自分もやっぱり感じたので。なるほど。車が好きな人から買いたいですよね。そうです。そういう車屋さんから。つまりはもうその買い物がもう気持ちよくできたってことですかね。そういうことです。でトントン拍子でことが進み水に買いました。写真のやり取りのみで無事ご購入ということで。それで納車されたのはいつですか？納車が5月でした。じゃあまだ買ったばかりということで、これからじゃあいろいろ出かけたいですよね。その青春の頃を思い出していただいてたくさん乗っていただきたいと思います。Z3 どんなとこ気に入ってますか？まずは赤ですよね。やっぱり、自分たちの時代はスポーツカーは赤、これに決まりです。そうですね、間違いないと思います。そしてロングノーズ、前が長いので、かっこいいですよね。確かにかっこいい。あとはね、オープンカーもそうですけど、やっぱこの非力なエンジンが逆にいいんですよ。 1.9 でしたっけ？ 1.9 で NA で扱いやすいんですよ。なるほど。使い切れる楽しさというか。なるほどね。パワーがあるから何でもいいようじゃなくて、なるほど、こっち側の運転テクニックによって運動性能を引き出すみたいな。なるほど。これあれですよね。後輪駆動。後輪駆動です。ですよね。もうスポーツカーとお手本のようなロングノーズショートデッキでございまして、これ30年前ですからね、この車。いやマジで超綺麗な個体。実は僕ね、1年半前まで乗ってたんです。そうですか。真っ赤な同じやつ。全く一緒です。左ハンドルで5速マニュアル。これめちゃくちゃ楽しい車。僕唯一後悔してます。これ売ったことだけで待ちきれないんで、早速乗ってみていいですか？もちろんです。お願いします。じゃあ行ってきます。僕も久しぶりに Z3 に乗り込みまして、いやいいですね、小路さん。これありがとうございます。いやもう仕様がめちゃくちゃ綺麗。このベージュ内装ってあるんですね。あるんですね。これアニバーサリーモデル。そうなんですよ。だとこういう豪華な感じになって、これ前期型ですよね。前期型です。それでね、ハンドルがねちっちゃくて僕好きなんですよね。エアバッグがちっちゃいこの設計で、今回だから30年ぶりに乗ったってことですよね。そうなんですよ。どうでした？思い出しました？いや思い出します。やっぱこれって感じですよね。なるほど。若い時に乗ってた時は自分には背伸びがしすぎたかなと、かっこつけすぎだなと思いながら乗ってましたけど、当時はねやっぱ BM って言えばね、結構そうです。当時の BM のブランドの高さっていうのはやっぱすごかったですからね。そうですよね。で気になったんですけど、ご結婚が今実はバツ2で3回目の結婚で3回目で今は一応落ち着いております。そうですか。じゃあ今の奥様もこの車気に入ってらっしゃるんじゃないですか？ところがですね、まだ言ってないんですよ。この車を買ったことを。でも YouTube 出ちゃってますけど、この YouTube を出たのを機に、ちょっとYouTube 出たんだけど見てくれるということで、見して、サプライズにはならないで怒られると思うけど。ということは、奥様は今ご覧になってらっしゃいますでしょうが、おちんさんはこの真っ赤なスポーツカーをですね元気購入なさって、今この奥様より先に助手席に乗させていただいてるっていう。本当そうですよ。本当ですよね。すいません、先に乗させていただきましたが、とってもいい車なんで多分気に入っていただけるんじゃないかなとは思っております。結構いろんな車乗ってらっしゃったじゃないですか。一番速い車乗り物どんな感じだったんですか？一番速いのいろいろありましたけど、これ言っていいのかもう頭おかしいんじゃないかと思われるかもしれないですけど、なんかスーパーカーとか乗ったんですか？いやスーパーカーよりも速いのがあって、本当に、UFO なんですよ。これね本当にちょっとすいませんね皆様、UFO に乗ったことが実はあります。あるタイプの人間です。どこでどうやって乗ったんですか？5歳ぐらいでしたけども、川で遊んでた時に、黒い米粒みたいな気球の真っ黒なお米型のものが空に浮いていて、大きさは10メーターぐらいありました。最初はちっちゃかったんで、できた時に10メーター以上もっと大きかったのか、子供の頃だったんで、すごく大きくは感じましたけど、それで見てたらだんだん近づいてきて、降りてきたみたいです。なんかもう継ぎ目もなく、
トゥルンとしたつるんとした本当にお米の黒光りのやつですね。それで UFO の存在は聞いていたけども、あんまり怖くは感じなくて、本当に飛行機が単純に降りてきたという、イメージだったんです。でポカーンとして見てたら、ドアのこの間仕切りみたいな、なんていうかドアの形はないんですけど、ドアが開いたと思ったら、まあいわゆる人間でおじちゃんとおばちゃんみたいな人が2人出てきて、すごい笑顔で、乗るみたいな乗っていくみたいな感じだった本当に、見たことある人にしかちょっと話が通用しないと思うんですけど、乗ってどこ行ったんですか？乗ってその時自分は岐阜県っていうところにいたんですけども、福井県までひとっ飛びものの数秒10秒ぐらいで。なんか福井県に来たかったんですか？実は自分は親がいなくて施設で育っていて、いたし施設がそこにあったんです。自分が戻りたいと言ったもんですから、そこにピュッと行った感じでしたけど、それが今まで乗った一番速い乗り物。とにかく速いです。だって岐阜、福井間ですからね、それを10秒で行くって言ったらもう地球上の乗り物ではもうBM どこじゃないですよね。BM どこじゃないですね。ベラーリでも無理ですよね。っていう話を時々仲良くなって、この人たちならちょっとまあいいかなって話すと、大概離れてきますよね。僕結構そういう話好きなんで。そうですか、よかった。こればっかりは全国の UFO に乗った方しかわからないと思うんですが。確かに。UFO の中ってどんな感じですか？すごく未来的なイメージを皆さん持たれてると思うんですけど、もちろんなんかね、ものすごく家庭的で、家庭的？家具とかがあるわけじゃないんですけども、UFO の端から端にロープが引いてあって洗濯物干してある状態でで、いや自分もでも真ん中にいわゆる操作パネルとかなんかこう立つところがあって、そこに1個棒が出てて、その棒の先は丸くなっていて、この丸いところに手を置いてこうふわふわやる感じですよね。すごい。それで操作するんですか？でそれ聞いたらその方たちご夫婦らしくて、すごく頭撫でてもらいました。言葉は何？日本語でした。日本語。今の奥様にそれをお話しになりました？ちらっとしましたね。鼻で笑われるじゃないですけど。そんな感じです本当に。というコーディさんの一番速い乗り物は UFO というお話でございます。Z3 なんですけど、まだ納車されてそんな間もないんですか？そうです。まだ4ヶ月5ヶ月ですね。結構乗ってらっしゃるんですか？月2、3回です。そうなんですか。時間が空いた時ちょっとプラッと。もうちょっと乗りたいですよね。乗りたいです。本当は乗りたいですね。今年の夏暑かったからなかなか開けられなかったんじゃないですか？本当にそうです。今年は特にね暑すぎたので、そうですよね。ちょっと乗る機会が減ったっていうのも実際あるんですけど、やっと季節来ましたね。来ました。ここからですね。ここからもうやっぱほら暑いですね、夏は。暑いっす。でも今ちょっと閉めて運転していただいてるんですけど、エアコンも寒いぐらい効くんですね。これ効くんですね。いや僕もね全く同じマカーノ乗ってたんですけど、僕のは塗装がやっぱりやれやれで、そうでしたか。これ見た時にこんな綺麗なのと思って、ちょっと本当綺麗ですよね。羨ましい。赤はやっぱりやれていくんですよね。特に赤はそれが全くなくってとっても上手。いや本当にありがたいです。感動ですよね。感動ですね。本当に手放して後悔してます。そうですか。津田さんこれいっぺん乗ってみません？運転してみません？いいんですか？いやぜひもちろんですよ。じゃあお言葉に甘えて。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。なんか僕のより全然調子いいぞ。そうですか。僕のいいですね。結構いいでしょ？めちゃくちゃいい。結構速くないですか？速いですよ。コーナリングがいいんですよね。もうガンガンやっちゃってください。もう全然。いや気持ちいい。最高。これはやっぱりねすごくいい。いいでしょ？元気でしょ？そしてめちゃくちゃよく回る。エンジン元気なんですよ。いやそうこれベタベタに踏むんだけどここまでしか出ないのがいいのね。こうつないでいかないと音量発揮しないっていうね。でトルクバンド外すとまたやり直し。そこはねやっぱね運転の楽しさなんですよね。ですよね。いやいいな。マジでいいです。本当にいい車。
趣味はありますか、ゴーディさん？趣味というか、趣味でもあって、これがちょっと仕事にもなってるんですけども、はい、音楽ロックバンドをちょっとやってまして、なんかやってそうな雰囲気ですね。ありがとうございます。あれですか、始めたの中学と高校とか？自分は今51歳なんですけど、はいはい、実は45歳から本格的にギターと音楽とか、それまではギターも音楽もあんまり自分の周りにはなかったんですけど、はい、45でちょっと目覚めちゃいまして。そうなんですか。そっからじゃあ猛練習で、もう本当に指から血出るぐらい練習して、はい、ベーシストとかギタリストはもう昔からすごい人たちで。あ、そうなんですね。はい、自分とドラムだけが素人から始めて、すごい。なのに自分たちについてくれて、はい、で今ちょっと奮闘中です。で CD も出してらっしゃって。そうなんですよ。すごいですよね。なかなか45から思い立って始めて、もっと簡単にできるんだと思ってたんですけど、はいはいはい、2年前でしたかな、3年前かには個人で自分ゴーディ1人が、はい、一応小さいですけどレコード会社に所属することにもなりまして、半年で7曲作って、じゃあだったらもう自分たちでもう人生初のライブをワンマンでやろうと、はい、いうことで渋谷の会場を借りて、そこで190人集めてやったんですよ。それで7曲だけ持ってやったんですが、はい、アンコールが来ちゃって、でアンコール曲ないからってことで6曲にして1曲取っとかなかったんですね。とかっていう感覚ないので、7曲全部やっちゃったので、はい、もっぺん頭から7曲やるって2週目2週やるっていう。すごっ。まあでもそれでもお客さん多分大盛り上がりだったんじゃないですか。盛り上がってくれて、はい、いいな。ライブハウスの人たちも、はい、もうど素人の人がやってきたのに人も集めてくれて、ガンガン飲んでくれて、そうですよね、ものすごい売り上げ上がったらしいんですよ。それは一番箱としては。そうですよ。だから箱代をすごく安くしてもらって、はい、バンドの方はお金になったりしてるんですか？自分たちがライブやると、はい、結構まだ人がいっぱい来てくれて、はいはい、でそうするとキックバックがライブハウスからあるので、なるほど、はい、それでマイナスは出してない状態でここ6年はやらせてもらってます。本気でやれば必ずこんな時代でも実るっていう。なるほど、いいですね。それも実践して実証してらっしゃるから、ありがとうございます。そしてこの車も手に入れました。羨ましい限りでございます。はい、帰ってまいりました。はい、いやーもうね、やっぱり最高ですね。ありがとうございます。このね、低いから乗り降りするのも、そうですよね。大変なのも好き。そこも含めて最高でございました。ありがとうございました。小西さん、ありがとうございます。久しぶりに乗らせていただいて、ありがとうございます。感動もひとしおでございます。素晴らしい車を手に入れられて羨ましい限りでございます。ありがとうございます。ということで、小西さん、BMW Z3、100点満点中何点でしょうか？100点と言いたいんですが、120点でお願いします。はみ出しましたね。その理由はやっぱり憧れてた車が、自分のあの頃の時代ごと買ったっていうこともね含めて、やっとこれに乗れるような男になったと。なるほど。はい。ズバリ大地さん、Z3 乗り続けますか？これからも乗り続けます。ということでございます。そして小西さん、実はですね、このステッカーがいいですか？はい。ここに貼っていただければと思います。ありがとうございます。ということで今回はゴーディさんと BMW Z3 でございました。ありがとうございました。ボーイズ&ウィルス TV、 僕も最高の回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて、気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいよこれ、最高。またね。バイバイ。